皆さんこんばんは。フォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家玉木正幸が送る既存メディアとは異なる視点でスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正幸さんです。よろしくお願いしまはい、す。よろしくお願いします。お願いします。今日もジャーナリストの木村幸彦さんに、はい。ゲストとして来ていただきました。もうすぐワールドカップが始まるんはい。ですけれども、どないなってんのや、FIFA はと。トはい。ランプに平和賞を出した上に、こう、いろいろおかしなことあるじゃないか、ということで、ジャーナリストの木村さんに、思い切り語っていただこうと思います。木村さん、よろしくお願いしまあ、す。よろしくお願いします。お願いします。木村さんはどう思われましたFIFA がドナルド・トランプにFIFA 平和賞という、なんか、ねえ、もう、それまで聞いたことすごいもないような賞をあげてあった。茶番。まあ、明らかにあれはドナルド・トランプに対して授与するために作った、作った。新はい。設した賞ですよね。はい。はい。まあ、初めこんなて出ました。よくあそこ賞をまで、出さないと、ワールドカップがうまくいかないもんなんですかね。いやもう本来はそれと戦うべきところなんですけどね、FIFA っていうはい。のは。うはいはいうはい。うん。ん。最近のどうですか？ FIFA を見ておられて。うワールドカッん。プでチームも増えましたですよね。い32や、チームがだから48チームになったっていう。ますますこう、背筋主義になっているとはい。いうか、はい。まあ、もともと倫理的なところではね、はい。大きな汚職事件もあって、あ、はい、そうでで、すね。それに対してきちんとやっていこうということで、一度まあ、浄化していくことがあったんですけれども、はい。まあ、当時よりもちょっとひどい状況になっているというような、まあ、それはやっぱり一つはそういった、政治との距離の取り方ですようね。ん。ダブルスタンダードっていうことで言えば、FIFA ってのはもともとそういうところはあったんですよ。はい。あのうーん、ユーゴスラビア紛争の時に、はい。新ユーゴが、ボスニア紛争の責任を取らされて、はい。これはだからヨーロッパ選手権かな。うん。えーっと、1992年の欧州選手権、当時まだユーロが8チームしか出られなかった時、はい。ユーはい。ゴは、はい、これ優勝候補だったんですよ。ストイコはい。ビッチがまだ全盛期で、ピクシーのですね。はい。はい。はい。ピクシーが。で、オシムはこの時代表監督を辞めるんですね。故郷おー。ボスニアを攻ボめているスニア。国の、監督ができないということで。はい。まあ、ただ、オシム率いてた当時のユーゴってのは本当に最強で、欧州選手権予選をまあダントツで勝ち上がっていくわけです。はい。で、バリバリの優勝候補だったんですけども、うん。開催地のスウェーデンに入って、うん。もう来週試合だといううん。時に、国連のスポーツ制裁で、FIFA はそれを守ろうとせずして、スポーツ制裁で、出場権を剥奪されうて、ん。帰国させられてしまった。で、代理あで出場したデンマークが優勝してしまうという。あ。ああ、なるほど。で、これ、ボスニア紛争の見方もいろいろあるんです。はい。もちろんこれはね、ボスニアが独立宣言した、それを押しとどめたユーゴスラビア軍が、はい。セルビア治安部隊が入っていって戦争を起こしたと。はい。ところが、まあ、これも見方によっては、一つ内戦という見方もあるわけですよ。そうユーゴですね。はい。の国家内国家をボスニアは作ったではないかと。はい。そこは議論のあるところなんですけども、うん。まあ言うなれば当時はそういうことでもスポーツ政策食らってたんですけども、とこうん。ろがね、今は至るところに、戦争を仕掛けてる国に対しても、はい。まあ制裁がいいか悪いかはちょっと別にしてでうん。すね、そこの基準は一体どうなってるんだと、うん。FIFA の。
うん。ましてやトランプに平和賞を与える、新設しそうです。てまで与えるということはもうたかが外れてるとは思いますよね。なるほどね。インファンティーノという、この今の FIFA の会はい。長は、自分の X でもトランプにノーベル平和賞を与えてほしいうなんてん。いうメッセージをうん。書いたりするくらいの人なんですけれども、その一ええ方で、クラブワールドカップというものを、うん。また、チームを全うん。世界的にたくさん集めて、まあ、う今ちょっん。と言われた背筋主義というんですか、それの、うん。なんて言いますか、歩みを大きく前に押し出してますよね。うこん。の動きっていうのは、やっぱり FIFA の動きっていうのは止まうらないもんなん。んですかね。ね、一時は2年に1回やろうとか、そうです。はい。もう選手のワールドカップです。体ボロボロになりますよね。うん。そんなことをしていたら。選手のコンディションの問題ですよね。ええ試合数もどんどん増えてますし。うん。前ね、玉木さんにも記事の方送らせてもらったんですけども、いはい。わゆる、ILO がね、ILO ですね。はい、国際労働機関、国連の国はい、際労働機関が、プはい、ロのスポーツ選手を労働者というふうにうん、はっきり認定して、うん、それで、うん、それを遵守するようにと言ったんですうん、けども、今、FIFA とうん、同時に、IOC、国際オリンピック委員会というのは、その自分たちは選手を使ってるんじゃないというう主張をしてまん、すよね。うん、うん。まあ、逆に言うと、きちんとしたお金の流れっていうのは、まあ、皆さん所属クラブから、はい。給料もらってるわけですよね。はい。ただ、ワールドカップという一つの立て付けの中で、莫大なはい。富を得てるのは、これ FIFA なわけですから、そうですね。なかなかそのね、我々はただのその箱物であって使って使用者ではないというのははい。もう通らない時代、ましてやそういう形でワールドカップを2年に1回とか言い出しているということ自体、まはい。あ使用者によるもう過剰なね、こう、労働過多に追い込んでいるんではないかという。うん。まあ、この問題っていうのは、フィフロというね、うん。国際的な選手会組織も問題視してますし、これにはい。向かって FIFA はやっぱりきちんと政治に対応していくべきではないかなとは、うん。私は思いますね。FIFA とか IOC のその論理というのはなかなか面白い論理でして、我々はレギュレーターであると。要うするにん。枠組みを作っているだけであっえて、え、選手をええ、雇って使っているわけではないんだと言っているんですけれども、その枠組みを作ったそのワールドカップという、まあ、歴史とその国を背負うん。った内容ですよね。これ、明らかになんて言いますか、搾取になるんじゃないかという考うえ方もあん。ると思うんですが、これはどうなんですかね。どういう展開を見せると思われます？まあだからかつてはそれこそね、IOC ではオリンピックだって、まあ、よく言う、ロスからでしたっけあれはね。はい。商業化が始まっ小学。たということではい、すね。はい、はい。1984年のロサンゼルスオリンうん。ピックからとよく言われます。はい。それまでは、まあ、まさにそのレギュレーターとして赤字ばっかり抱えていたところうが、まん。あ、これがもう爆発的なコンテンツになっていくわけですよね。そうですね。はい。FIFA も同様で、ここまでお金は動いてなかったと思うんですよ。90年イタリア大会なんていうのは、普通に雑居に申請すれば、記者もパスが取れてたとか、はい。はい。今チケットもそんな高くないし、はい。はい。はい。で、まあ、確かに当初はレギュレーターとしての立て付けだったと思うんですけども、そのうん。莫大なお金が入るように動くようになってきたと。うこれはまあきちん。んと招致運動そのものからしてお金が動くような仕組みになっちゃってますよね。はい。そうですね。ううん。ん。だからそれはほもうただのレギュレーターという言い方はもうやはり当てはまらないんではないかなと、な私は思いまるほど。すね。なるほどうね。ん。ただのレギュレーターとしては収まらないということになってくると、どうしても使用者としての責任というものが問うわれるよん。うになってくるわけですね。うん。そうですその、ね。その責任を問われるようになってきたならば、やっぱりギャランティーの問題であるとか、それから選うん。手のその主張をどこまで汲み取るかといううん。問題が出うん。てくると思いますけれども、うん。でもうん。変わるもんでしょうかね。これなんか国を背負ってうん。やってるから、なかなか言いうん。にくいところはありますよね。いや、だから、それは本当にやりがい搾取だと思うんですよ。やりがい搾取ということですねえ、ね。国を背負ってるんだから国を背負って。文句を言うなと。でも彼らはプロフェッショナルですから、
で、はい。しかも、自分たちはそのプロフェッショナルを使ってお金を儲うん。けてるわけですから、はい。だから ILO はそれを問題視したと思うんうん。ですね。うん。うん。ううん。ん。その 都合 ILO の、のいい時だけレギュレーターになっているというところが。ああ、うん。なんかあれですね、コウモリが鳥なのか獣なのかを使い分けてるよううなところん。で、俺たちはレギュうん。レーターと言いながら、裏ではうん。きちんとこう搾取してると、うん。そういうう構造ん。がなんか透けて見うえるようなん。感じもしますよね。そうですね。だから、FIFA の総会っていうのは、これやっぱり、各国のサッカー協会の票なんですけども、つまりそはい。こに選手の声が反映されてないっていうことあ、も、これはやっぱり時代の流れとして、はい。ね、変わっていかなきゃいけないんじゃないかと。うん。以前、この番組でもね、プレーグ選手会ロスのお話をさはい。せていただきましたけど、はい。かつては12球団のオーナー会が全て決まっていたけれども、はい。これはやっぱり、選手たちもそれじゃいけないんではないうかと。ん。ただの搾取には甘んじるべきではいけないということで、選手会というストック、大きなプレッシャーグループを作って自分たちの意見もはい。言ってほしい。だから、東日本大震災の時も、かつてであれば、オーナー会議で、ね、うん。カレンダー通りに開幕するぞって言われてたはい。のが、選手会が、いや、被災者に寄り添わなきゃいけないということで開うん。幕を遅らせるとか、はい。だから仕組みとしては、やっぱり FIFA もそういうものをプロに対して持っていうん。くべきではないかと思うんですね。なるほどね。どうなんですかね。僕は IOC には選手委員というものが、こうん。れありますけれども、IOC より遅れているってなったら最悪だなという気がするんですけれどもね、フィは。いや、でも、やっぱりトランプに対するああいう振る舞いを見てるはい。と、その劣化の具合はちょっとあまりにひどいんじゃないかなと思いなるほど。ますね。なるほどね。あれはもう当こ、然ながら中東諸国の猛反発を買ったと思いますよ。はいはいはいうはい。ん。やっぱりその諸国の、各国のそのサッカうん。ー、国内の、まあ日本だったら JFA ですね。サッカー協会とか、そういったところが、こう、意見をもっと通すようにしていかないうとん。ダうん。メなんでしょうかね。それも一つありますね。だから、はい。選手会は選手会として立ち上がるべきだと思うんですけども、はい。FIFA がこれ、はっきり言いますけど、やっぱり、インファンティーノの暴走を周りもうん。止められないと。でも、じはい。ゃあ私たち日本でスポーツを愛し、スポーツについて語っている人たちはどこを見るかというと、じゃあ JFA は うん。FIFA に対してどういうスタンスを取っているのかと。はい。これは見ていかなきゃいけないんじゃないでしょうか。うなるほど。ん。そうですね。JFA がどういうスタンスを取っているのかっていうことと同時うん。に、うん。メディアも、ジャーナリズムうん。として、やっぱり批判するところは批判すべきでしょううね。ん。優勝はいつうん。かとか、なんか、今度はベスト8を突破できるかというだけではなうくって、ん。そのうん。根底にある構造というもうのに対しん。ても、やっぱり報道すべきでうん。しょうね、これ。はい。もうやっぱりその立て付けがやっぱり揺らいでいたら、フェアな戦い自体がね、もうできなくなってしまいますから、うん。スポーツそのものが殺されてしまいますよね。なるほどね。木村さん自体は今度は48チームに増えたこと、これをうん。どう思われますか？いや、だから本当に、一方でね、おそらくもう日本はこれ未来永劫出続けると思うんですよ。はい、はあの、い。ドーハの悲劇の時はアジア枠2つでしたもんね。今だったそうら出れてるわですね。けですよ。そうですで一ね。方でヨーロッパはイタリアがまた出られないうという。はい、はん。い。この不公正さは何なんだろうというね。うん、これ明らかにマーケティング指導ですよね。うん、なるほどうね。ん。この番組でも、大隅良之さんと後藤武雄さんに出ていただいて、もうその48チーム制のひどさについては散々う喋っていただいん。て、今までその32チームでいかに素晴らしい、綺うん。麗な形だけはできていたというのが、これをなんとか元に戻さないといけないんじゃないかっていうう話もしん。たんですけれどもうん。ね。うでも、ん。そういう、なんて言いますか、世論というんですかね。そのサッカーに対するそういう世論っていうのは、なかなか日本の中なんかでも起こりうにくん。いですよね。うん。どうなんでしょうね。だから、アジア枠を減らすということも、やっぱり、うん。これ、むしろ JFA なんかがね、そういうことを言い出したら、とても僕はすがすがしいなと思うんですけどね。おお、なるほど、なるほど。ううん、そうですね。ん。そうですね。いや、うん。そこで最後にあれですけども、木村さんにお聞きしたいですが、ワールドカップご覧になられますか？
まあ一応見ると思いますけど、まあ、かつてのようなやっぱりワクワク感はないですね、本あ当に。あ。ええ、ちょっとなんでワクワク感がないっていうのは、ちょっと水増しされたというようなところはあうるんですかね。味わいそうですね。として。まあそれと、やっぱり、この国をまたいでやるということもそういう意義はあるんでしょうけれども、はい。何かやっぱりちょっとピンとこない。なるほど。まあなんといってもそのね、インファンティーノとトランプの関係性、しかもはい。平和賞の授与式をドローの時にやったでしょ、え言い訳。あれは冒もう、涜ですよ。本当いや、に。もう、私もテレビで見ていて、なんか、もう、びっくりしたというか、うん。アホじゃないか、これ何やってんの、これって思いえましたけれどもえ、ね。あそこでやるっていうのはちょっとおかしいですね。なるほどうね。ん。まあ、それでも日本がどういうふうになるかということで、マスメディアは騒ぐんでしょうけれども、我々の玉木のスポーツジャーナリズムとしては、これからもどんどんFIFA とワールドカップの悪い面はどんどん取り上げていきたいと思いますんで、木村さん、その時はまたよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございましありがとうございた。ました。はい、ありがとうございました。バタバタですいませんでした。はい。皆さんご覧いただきありがとうございました。次回のフォーラムメイトプレゼンツ、玉木のスポーツジャーナリズムを楽しみにしていてください。うん。それでは皆さん次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。